っちです。本当にもう疑われた。疑っちゃいましたか。一応本物です。はい。はい、ということで今回のテーマはこちらです。はい。相半身片手取り入り身投げです。おじさんダメですね。カンペ出されてると読みますね。頼っちゃうんですよね。頼っちゃいますね。わかりますわ。ちょっと覚えることを覚えないといけないですね。はい。はい。ということで先生、相半身シリーズみたいな形になってきましたけども、そうですね。はい。今回入り身投げということで、ポイントどの辺になりますか。まあもうこれ相半身共通っていうか全ての技共通ですけど、ポジショニングですね。まあそれからその崩し。まあ入り身投げ稽古でもたくさん出てくると思いますので、参考にしてもらえるような動画になるかなと思います。ではまず見本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい。相半身片手取り入り身投げ。まあ相半身共通項ですけども、まあ抑えられました。視覚を取られました。取り返します。で、まあ一挙の時はこう相手中心取りながらだったんですけども、まあなぜか、これはもう最初から大きく動け、習ったので、大きく動いて、ここから相手を導いて。このままではいけないので、一応首が取りたいと。なので、持たれた力を利用して降りてきてもらう。ですね。ここで、相手を崩して、低くして入っていく。このまま、でも周りの問題、視覚を取ったと言いながらも、ここじゃ遠いし、このまま行っても、身長差があった場合取りにくいので、持たれたのを利用して、崩して持ってきましょうと。ですね。で、これはちょっと余談、変化技なので余談になるんですけど、ここでこう、大きく回してるので、どうしてもこう自分に隙がもできやすい。なんで、例えばここで相手が鉛筆って肘を入れてくる。あるいは、ここで向こうで当てみ、逆に後ろに回って、なんか反対取って、なんかしてくるよ、みたいな。もしそういうこと相手がしてくるようだったら、このまま相手の肘を絡めていけるようにっていうふうに、習ったんですけど、多分今はもうやることはないかと思うんですけども。一挙の時にも言いましたけど、なぜか一挙はもう最初からパッと相手の中心を突きさせて、視覚を取りながら相手をさせって習ったんですけど、入り身投げは大きくって言われました。現行一挙でもこう大きくって言われることが多くなりましたけどですね。で、大きくやるとどうしても動きが大きいと隙も生じやすいから、その時の変化の技も、おいおい、覚えていかれたらいいかなとは思いますけども。もう一つは相手が抑えてくる力をいただいて、せっかくこう押し込んできてくれますから、逆らわずに丸く持ってきてですね。これも一緒で。ただし、引っ張りではないですからね。引っ張ったらこうなりますから。そうではなくて、押してくる力をもらって、低くしますよ。落としますよ。ですね。で、今のは、いわばこう、相手の視覚を取りに行く動作。逆に相手の力をもらって相手にこう、当たりに来てもらう。自ら当たりに来てもらうような動作だとしたら、ここが使えないときに、今のこういう作業ができない。例えばここ取られてしまって、その返しが、日もさっちもいかないようなときに、ここはそのままにしといて自分だけ入っていくという方法があります。もっと言うとこう、相手が攻めてきた、この力をもらいながら、相手の後ろを取っていきますよと。ですね。それと、もう一つ、入り身投げ共通であるんですけども、投げですね。正面打ちでも何でも投げるときに、こ
いわゆるラリアート調でこう行かれる先生、あるいはこう手刀調でこう表現されるところ、いろいろあるかと思うんですけども、うちは丸だったんですよ。こう来て、手首の鍛錬っていうか、大きく指を返しながら、このまま行くと力がぶつかってますですね。で、こう出ちゃうと自分の肩にも負担がかかる。こう入ってくる力をもらいながら丸く腰を崩して、大きく、この指の返しを昔はうるさく言われました。しっかり返して指先を地面に突き刺せ。そのぐらいのつもりでやれって。そうそう。ちょっと大きくやるけれど、大きく返して、昔はしっかり肩につけて大きく返して、これ畳に突き刺すようにって昔は言われたんですけど。ですね。で、結局これがベースで、これの頭に横面打ちがついてきたときに、ここから切り落として後ろに行ったりとか、切り落としてここから返して後ろに行ったりとか、そのままその切り落としを利用してさらに崩していくとか、そういうふうにして、頭に、冒頭部分に他の攻撃の要素が加わったら、さらにレパートリーが増えていく。そういう感じで、初心者の方と言いますかね。少しこの動きに慣れてきたら、指をきれいに使っていただけるといいかなと。手のひら下向きです。四角を取りながら、用心しながら、何度も言いますけど、ここ、大きく動いているので、隙がつながりますので、そこを用心しながら、慣れてきたら相手の中心を取りながら入っていきます。手のひら上向きです。肩に引きつけながらしっかり返して、じは指先が下向き。ね、手のひら上向きです。相手のお腹を切るように、このまま行くと力が衝突します。その流れで今度は、しっかりひっくり返っていって斬新になりますね。三つ目の流すのは、順じますけどね。ここしっかり返して、少し慣れて動きを覚えてこられたら、ちょっと指先とか手のひらの返し。くどいですけど、その会派によっていろんなやり方があるので、それはそこで習うとして。ちょっと、そういう指先まで意識がいけるといいな、と思います。以上です。ありがとうございました。うっちーです。はい、編集。やられた。ということで、ちょっと天気悪すぎですね。そうですね。はい、動画の中でちょっとボロボロ入ってるかなと思うんですけども、ご勘弁いただければと思います。ということで先生、初心者だと初めはどこから始めた方がいいとかいうのがあるんですか？なんか3つ、3種類出たので、まんべんなくっていうと、ちょっと初めはこんがらがるかなと思私の時には、この返す方、外側と崩す、相手の中切るように、まず2つだったんですよ。3つ目やりだしたのは、この30年を、年かな、30年を、この30年っていうのは。あれで、その四角に入った時の距離感でまた技が変わるとかいうのはあるんですか？もうだから共通ですけどね、そのアングリングっていうんですかね、角度、相手と自分の位置関係とか、そういうのをその型を通して学ぼうという、型の手順が目的ではない、手順はあくまで方法ですよって言い続けてますけど、そうですね、まず手順を覚えて、そしてそういう角度とかいろいろ力の加減とかを勉強されたらいいかなと。なるほどですね。はい。逆に言えばちょっと入り身投げかなと思って入ってみたけど、ちょっと遠いから小手返しに変化するとかっていうのもありっていうことですね。わかりました。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。